はい、皆さんこんにちは。またまたやってまいりました古谷便の夢道 TV、 これから配信させていただきます。今日もまた、私の、パートナーでございます。とてもいい気分で、帰国しました早川さんです。早川です。なんかちょっと意味不明な感じになってしまうかもしれません。いつも B さんお世話になっております。ライターの早川勝です。ちょっと話し相手というか、なんかいいとこ行ったみたいですね。そこから入りますか。入りましょう。実はちょっと万国博覧会がですね、別にゴモラが出展されてるわけじゃないんですけれども、はい、中東の方でドバイというところでありまして、ドバイで、はい、行きたいですね。はい、見物に行ってまいりまして、皆様、はい。すいません、好きに遊んでる感じになっております。いいですね。ちなみにこの収録は3月30日でですね、実は今日は国立競技場、ビンさんがアボラスと戦った国立競技場が落成した日なんですね。あ、そうなんですか。はい、またちょっと戦いられちゃいましたけど、初代といいますか、初代ね、はい、ビンさんがまさに死闘を繰り広げた国立競技場の落成式の日に今日は撮影しております。はい、昔ね、国立競技場、それから海岸館前でね、ロケ地散歩でね、行きましたよ。それはあれですか、いつぐらいですか。ファンの方と行ったんですか。そうですそうです。もうだいぶ前ですけれどもね、競技場に入ってね、ボードですか、なんてそういうのを見たりね、それからあとは、700キロを突っ走れのラリーの、出発点ですか、スタート地点の海岸館前、そんなところもね、ロケ地散歩でね行ってきました。そうですか。たまたま今日の、収録日がその国立競技場の日という日に当たりますということで、私も帰国したんですけれども、今回はビンさんの帰国話といいますか、アメリカツアーの話をお聞きしたいと思っております。そこ行きますか。はい、これ大事なことですので。いやアメリカね、2月に、3年ぶりですね。3年ですか。一応フロリダ、ペンサコーラっていうね、メキシコ湾の方なんですけれどもね、そこに、今回で2回目なんですけれども、3年前に行ってきましてね、でその3年前の来ていただいたファンの方もね、大勢また会いに来たぜみたいなことでね、すごい盛り上がりましたね。中はね、フロリダですから、マスクはほとんどしてないんですよ。ただアメリカの遠くから来た観光客の方たちはマスクをしてましたけどね。現地の方はノーマスクで、もう全然こういう検温の機会もないし、そうですか。それから手を消毒するなんていうのもないし、お店入ってもどこ行ってもそれすごかったですよ。もう日常ですね。それで1日3万人ぐらい入りましたでしょ。我々4人で行ったんですけれども、全く映らないでなんかね、おかしい菌ですね。ビンさんがだいぶね、あちこちでスペシウム消毒していただきましたから。消毒はかなりしてきたんで、10日、日本立ってアメリカから帰国するまで10日、その間にね5回検査したんですよ、 PCR の。これ全くね、4人とも誰もねなってない。よかったです。みんな陰性だ。よかったです。ネガティブで。ちなみに細かいことですけど、検査あれですか、鼻ですか、それとも唾液検査ですか。鼻もやったし唾液もやったし、もうすべて経験で、もう全部やりました。とりあえずね、とにかく出る時が大変ですよね、一番。っていうのはアメリカの書類がね、あって、その書類の、PCR 検査で OK ですよって医者のサインをもらって、それで成田に持っていくんです。
すると成田に持ってって飛行場でその向こうの今回はねアメリカンで行ったんですよ、アメリカン航空、そうするとこのデスクでそれを OK なんですよ、それを出せば、成田空港でのあれですよね、そうもう手続きで OK なんですよ、その書類をね要するに前日までにそうですね1日で検査をしないとダメな書類ですね。確か渡航前48時間ルールですよね。その前に、検査して OK で持ってって、でデスクで全部やって、カウンターでね、で、そのまま全部パッと行けたわけです。今回ツアーのその出発から皆さん、この4人の方は同時に全部同時に行ったんです。ビンさんを団長として、そうです。でその他のもそうです。今回はね、メンバーの方は、ウルトラマンジャック、帰ってきたウルトラマン、菊池英さん、あと宝田さんの会社のね、人たちとでは行ってダブルウルトラマンですからね。そうです。結構ね、英さんで初めてらしいんですよ。意外とそうもっとね行ったのかと思った。中国には行ったらしい。アメリカは初めて。そんな話また英さん呼んでやりたいですね。やりましょうね、ここでね。で向こうでは1箇所だけですか、ペンサコーラのコンベンション会場。ペンサコーラのコンベンション。アメリカを横断するとかそういうんじゃないですね。もうダラスに降りて、ダラスから国内線でペンサコーラっていうそういう感じですね。だからこういったコンベンション会場で。そうです。もう全くのコンベンション。競技場用ですね。競技場の会場ですね。なるほど。普段はフットボール、バスケット、フットボールじゃないですね。バスケですね、向こうだとね。そういうところですね。競技場。球技場っていうんですかね。そういう人たちのもう。屋内であれですね、冷房とかエアコンも効いてっていうかですか。そうですよ、効いてます。全部ね。だからそういう意味では楽で、入るのもね、要するに入管手続きももう本当楽ですね。なんか全然昔と一緒。逆に日本厳しすぎじゃないですか。そうですね、それは感じましたね。入ってスムーズに入国されて、仕事3日ですからね。でなんか3日やって、あと両方やって5日ぐらいで帰ってくるんですけどね。で向こうで検査やって、今度日本の書類。そうなんです。結構うるさい。それうるさいですよね。日本の書類に向こうのアメリカの医師がサインした書類を成田に提出しないと入れないと。おまけに紙が必要じゃなかったですか。そう、紙必要。データだけじゃダメなんですよね。紙です。日本は紙なんです。ハンコを押さないといけない。そうです。でその向こうのドクターのサインの入ったのは持ってって、で成田でもう向こうではやってるんですよ。検査やって、陰性が出てるんだけれども、成田で4時間ぐらい待ちましたかね。でそこで PCR までやるんです。その飛行機の中で一回アメリカでね乗った時にネガティブに出ているのに日本でだからちょっと厳しすぎる感じしますね。厳重ですよね。そこでね4時間ぐらいかかって、そこで検査結果が出るのを待っていないといけない。飛行場で待ってるんです、成田でね。で陰性です。そう今度40人ぐらい集めて、今度バスで、僕行ったのは両国のホテル監禁ですね。両国でよかったですよ。なんかすごくこの忙しかった時期はなんか福岡とかのホテルに飛行機で搬送されたって話を聞いてます。だから要するに普通の人と接しちゃいけませんよっていうんで、もう本当バスも隔離、ね、ホテルも隔離、いわゆるバブル方式ですか、オリンピックの時の。それで両国のホテルに運ばれて、そこで隔離期間が3日、本当は6日、行く前は6日だったんですよね。でなんか、3月の1日から、3日でいいと、ホテルは。で3日間監禁されて、で毎日かかって、それで向こうからピンポンしてお食事が届いた3食
全部ホテルのドアデリバリーにかけてあるってやつですね。それをポッと取って、要するに一歩も出ないでください、部屋からね。でそれを取って食事して、そうすると終わって、スマホにピンポンして、動画をここからこうスイッチ入るんですよね。で今どこにいますか、じーっとして撮影して、はい終わりました、ありがとうございましたつって。大変ですよね。SOS アプリってやつですね。そうですそうです。スマホない人はどうするんですかね。で菊池さんはスマホがなかったんで、そのまま何にも貸してくれないですか。ないです。成田で要するに貸し出しはしないんですか。一切そういうのやってないです。だからホテル着いたらホテルで電話、ない人は電話で所在確認。なるほど。さすがに GPS の首輪とかつけるのにですね。なかったですね。そんで3日終わってまた検査して陽性で、陰性でっていう。で陰性の場合はまたバス、仕立てられたバスで成田行くんです。また両国まで行ってきてるのに両国からで直接帰れないんですよね。成田までまた護送されるといいますか、成田の飛行場で解散なんですよ。解散の時はね、誰もいないんですよ、係の人が。そうですか。自由解散っていうのはおめでとうございますとかもないです。何もないです。要するに公共機関を使っちゃいけませんよって最初から言われてるわけですよ。そうすると友達から迎えに来た車とか、それからハイヤー、タクシーダメなんですね。その差は、ハイヤーだと自分で呼んで、そうです。あれってプライベートってことになるんですかね。そうです。だから友達に迎えにしてもらう、家族に迎えにしてもらう車ですね。あとご自分で車で成田に止めてあれば大丈夫。そうですそうです。いろいろ大変でしたね、本当に。で友達に迎えにしてもらって送ってもらって帰って、今度自宅で4日間待機なんですよね。今度軟禁ですね。自宅も外出ないでください。その時もまた確認をアプリで。アプリの確認と毎朝の検温。すごかったですよ、4日間一本も出ないね。これはでもなかなか得難い体験といいますか普段生活していたら絶対味わえない体験ですよね。なんかこう書き物したりとかなんかされた時間をこう使うなんとかね、僕テレビ見ないんで、ホテル入るとテレビは一切見ないんですよ、スイッチもかけないんですよ、だから普通にのんびりしてましたね。そうですか。体鍛えたりとかそういうのはさせない。それもやってなかったですね。だから本当あれでね、3キロはちょっと肉がつきましたね。本当ですか。でも食事はそんなにあれですよね。病院食とまでは言いませんけれども、病院食の方が美味しいかもしれない。いやそんなにカロリーが多いわけではどうなんですか。お弁当ですか。いやホテル側が作った弁当らしい。ホテルによりますよ。日本政府の予算でね、税金を使ってその中で作ってるから最小限度でしょうね。でもまずくはないから、結局全部食べて、ホテルでデリバリーですか今流行ってる、ああいうのもいいですよって言ってましたけどね。ご自分でいわゆるなんとかイーツとかに電話をして運んでいただくのも OK という。でその人は玄関で今度係の人が受け取って僕の部屋の前に置くと、接触しなければ、そんなの面倒くさいからもうやめて、もうチーズにデリバリーでいやお疲れ様でございました。そんな状態でね、だから行きはよいよい帰りは怖いというね。やはり日本の検疫というか水際対策すごいですね。すごいですね、すごくてもあんだけ移っちゃうっていうことは何なんだっつって、ダメなゆるのアメリカで入ってって一回も移ってこないっていう、だからいろいろ考えさせられますね。コロナの菌っていうのは、そういう意味じゃ我々には分からないですね。手強いですしゼロにはできないですよね、多分これは。向こうで陽性とか出たらどうなっちゃうんでしょうね。隔離とかそんなこと一切ないらしいですよ。ただ普通に生活してるみたいですよ。乗れないだけですか、飛行機に。もちろんもし帰国前に陽性が出ちゃったらどうするのかな。乗れないですよ。ですよね。でもその間
どうするんですか、ホテル代とか。自前だって。自前ですか。はい。でそれを確認してくださいと最初に言われましたけど。ああ、なるほど。自前です。もしも、かかったらそれは面倒でしたね。まあね、まあそれでペンサコーラは僕2回目なんですけど、その1回目よりなおファンの方素敵な方ですね。ああ、そうですか。年柄といいで、またその風景もね、ちょうどちょっと寒かったんですけど、時期的に行かれたのが、渡航されたのが2月の、そうちょうどいい時期らしいんですよね。向こうにしてみると、暑くもなく、そうなんです、寒くもなくで、これから春になってこれから暖かく、はい、過ごしやすい時期ですね。でもやっぱりね、寒かったですよ。あ、寒かったですか。だから上着持ってってよかったんですけどね、もう僕はいらないよなんて言われたんですけど、やっぱりね、上着持ってって正解でしたね。で、まあ初めての方がね、また見えてくれて、そんな話になって、でサインも今度結構ね、みんな求められてね、もう休みなしぐらいにこちらってやってましたけどね、もう食べ物もね、まあまあアメリカとしてはいい方ですよ、そのなんていうんですか、雰囲気が、会場の雰囲気がね、開放的な土地柄もありますよね、フロリダ。やっぱフロリダというね、リゾート地ですからね、やっぱりアメリカの成田からダラスというね、飛行機で12時間ぐらいで、ダラスで3時間ぐらい待って、それで国内線で乗り継ぎで、ダラスはね、やっぱりね、テキサスですから、ちゃんとね、係員から何から全てマスクしてましたよ。ああ、そこはかっちりしてるっていうんですね。ダラスって言うと、やっぱりね、テキサス州のね、やっぱり結構大きいね、都市ですね。そうですね。ついついね、僕らとしてはですね、ダラスの、ね、暗殺のケネディの、そういう印象も残ってますけど、だからそれで有名になりましたよね、ダラスの暑い日という映画もあったりして、まあみんなマスクしてる。そうですか。要するに空港の係の方とか全部で、これやっぱり日本と一緒でみんなマスクしてんだなと、飛行場で4時間ぐらい待機してて、みんなしてるんですよね。でダラスから国内線でペンサコーラ、ペンサコーラ降りたら誰もやってないんですで実はテキサスとやっぱりフロリダ違うんですね、その風土といいますか、すごいですね、雰囲気といいといい、徹底してますね。もうホテル着いてもホテルの女性から何から誰もしてないですよ、マスク。マスクなんか塗ってねえんじゃねえかみたいな。でイベントでもイベント会場検温も一切ないですよ。アルコール消毒もなしと。じゃああれですね、出入り口に日本はあるでしょ。もう何にもない。もうだから僕はちゃんとワクチン3回の証明書と、それから陰性の証明書とコピーして懐に入れて持って、必ず見せるようにしてくださいって言われて持ってったんです。一回も見せたことない。本当ですか。それもすごいです。全くでちょっと怖がらせられるのも最初そうね、構えていくと実はそうでもないというここで陰性はいいんですけど、陽性になった場合は今度ホテル、自前で泊まる、自前だって言うんですよ。それはでもツアーでなんとか、ツアーといいますこのね、お仕事で行かれてるわけですから、そこはなんとかしてくれるとは思いますけれど、さすがに自前だって、その行った方の1人とか2人とか数名陽性になっちゃったら困りますよね。これどうするのかなとか。陽性になってホテルに泊まって今度、陰性になるまで自分でそこで生活して、それで終わったら帰る。でもそこでまた日本でも隔離があるわけじゃないですか。そうです。だから覚悟たるや大変ですね、やっぱりそう思います。だからそういう意味ではね、すごいリスクを背負って、この時期でね、日本のゲスト誰も行かない
コンベンションばっかだったんでね、古谷さん行くって言うから「あ行きますよ」って「日本の先駆けになりましょう」素晴らしい、はい、それでまあ知らないとこじゃなかったんでね、一回行ってるんで「あいいですよ僕行きますよ」それで行ってきたらそれ全部やるし、で物を売るところのブースもあり、それから、サインする、サインも70人ぐらいいたんですかね、もう全国からとか、要するに僕みたいにアメリカの国内の、いろんな方がゲストがいらっしゃって、サインコーナーっていうの全部ありましてね、でそこにお客さんがずら並んで、歩ったりして、で僕のところはこう並んでサインしてで写真撮って、で菊池さんの方もサインして、で並んでっていうそういう形で、僕の方は初日は金曜日なんで、バーッと並んで、すごかったですよ。やっぱりそういうリピーターの方もいらっしゃって、これサインはあれですか、決まってるんですか、サイン色紙とか。そうですね、写真ブロマイド的な写真がありますからね、それを買ってサイン、なるほどなるほど、あと自分で持ち込んだやつもサインする、同じ金額で、でおもちゃ屋なんかも全部売ってますんでね、テーブルでね、でウルトラマンのおもちゃとか、いろんなおもちゃとサインして、で写真撮って、トークセッションみたいなのはあるんですか。今回はねやりません。なかったんですか。写真撮るのはやりましたけどね、で菊池平一さんが、日本の侍っていう形で、あの人縦師ですからね、で日本刀模造の日本刀を持ってって、でステージで日本のこう立ち回りをね自分でこう作って演舞と言いますか、それをねやって大活躍です。それはみんな喜ばれたでしょうね、アメリカの方は。アメリカのやっぱり武道好きな方はね、結構見てました、でそこが終わると菊池さんのところにサインしに来て、サインくださいって。よかったですね、それは。だからウルトラマン帰ってきたウルトラマンだけじゃなくて、菊池さんは日本の侍のね侍アクターとしてそんなことがありました、ね、そうですか。だからコロナ禍でみんなわーってね、その鬱憤を晴らして集まってくれた人たちの熱気っていうのはすごかったですね。これで映ってもしょうがないかなと思うぐらい間近で向こうもマスクない人の方が多いんですから、かなりじゃあれですね、2年3年この日本は完全に密ダメとか言ってもう大変な状況ですけども、じゃあもうそういうことも一切なく必ずねハグしてくれたりね、そうですか、嫌がんないでもうこっちもやりましたけどね、映ったらでしょうがないと思ってね、でも全然もうそういうの一切なかったですね。会場の熱気っていうのはすごかったです、ね。そうですか。で物はね売れたって言いましたね。何よりです。それだけみんな待ち焦がれていた、待ち焦がれて待ち望んでいたイベントに、そうなんです。ウルトラマンが降臨だと。それも久しぶりにね2人のウルトラマンが日本からこれはねタイムリーでしたね。よかったです。ちなみに今回今までとちょっと違ったこの飾り付けになっておりますが、こちらはこれウルトラマン、スタチューが立っておりますけど、これ佐々木明さんっていう、造形のもちろん元祖ウルトラマンを担当した造形の、やっぱり第一人者ですけどね、この方佐々木明さんに僕はライフマスクを取られたんですよ。石膏で熱い石膏でね、熱いあれはそういうもんだよっていう化学変動を起こしてね、石膏だから熱くなるんだよ、最初から佐々木さん言ってくださいよっていう、そんな会話をしてたんですけどね、55年前にね、そのウルトラマンの形を造形された佐々木さんの彫刻と。でもこれもうそんなね数がないんですよ。ですよ、それは貴重なんですよ。それでもう今佐々木さんも病気になられてちょっと健康を害してるんで、一切制作を活動してないんですよ。だからねこれを持ってる人はね大変な価値がある。そうですね、成田さんの弟子ですからね、でこれを作って皆さん
ね、新たにビンさんと最初に会って仮面作って、で僕がウルトラマンになって、それでセブン終わって、で会社を起こして、でビンプルやってずっと来て、でビンプルを辞めて、で、初めて佐々木さんの遠いとこだったんですよ、事務所が。そこへねお尋ねしてね、でじゃあ今度こういうの作るからビンさんできたらねあげるよっつって、それでもらったんですよ。そういういきさつの、はい、お品物ですか。でこれをビンさんにあげるからね、でビンさんこれを売るようにしてくれとなるほどなるほど言われたんですよ。はい、でなんだかんだしてるうちに、できたんですけど、そんなね多く作ってないんですよ。そうでしょうね。はい、もうだから結構ね、これは持ってる方はね貴重な、はい、これは財産だ。この大きさもねありますしね、存在感のある、はい、貴重な彫刻です。そうなんです。まあそんなことで、貴重なものを見せていただいて、またこのウルトラマンと一緒にまたね、佐々木さんの話はまたウルトラマンのそうですね、マスクを作った時の話なんていうのがまた出てくればね、しますんで、とにかく素晴らしい男性なんですよ。わかります。ありがとうございます。いえいえ。というわけで今日は、まずは触りですけれども、いよいよそのイベントの内容についてはぜひ菊池栄一さんを招いて、いいですね。栄一さん一緒にじゃあここへ今度来ていただいて詳しくお話を。栄一さんも口説いてジョッツやりますから。はい。ということで今日の動画はこの辺りにしたいと思います。皆様ぜひぜひこの動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録ぜひぜひ。チャンネル登録ちょっと、最近、停滞してますんで、ぜひぜひ、お友達から親戚の方から何卒よろしくお願いいたします。はい、それでは古谷便の夢道 TV、次回もお楽しみによろしくお願いいたします。お願いします。